自分がその今の悩んでる自分の背中を押してくれることにつながるんです。皆さんこんにちは、ダダオです。一つね、障害だったりマイノリティとか、そういったあとは自分がこうしたいんだけどもなかなかうまくいかないなっていうような、そういった生きにくさっていうものを抱えた人たちが自分の人生を生きていく上でどういう心持ちでどういう気持ちで普段過ごしていけばいいんやろうなっていうことを最近すごい考えてまして、でそれについての一つの答えというか、僕なりの一つの経験があったので、それについてちょっと話していきたいなと思います。これは大学に入ってからかな、サークルという話やから。やっぱサークルとかさ入ってるとさ、大学もそうなんだけど、やっぱり人と接する機会増えてくるやんか、中高と違って。で、自分の大学サークル内だけじゃなくて、外部の大学の他の大学の他のサークルの人たちもやっぱちょっと交流というか接する機会があったんですよ。でサークルのお仕事でね、やっぱどうしても電話しないといけないって。で僕はそういうサークル内での役職だったらね、やっぱ電話しないといけないんですよ。でもやっぱ怖いじゃないですか。そう、せやから最初はもうもうあかん、無理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 と思って他の部員にもあれやこれやなんか適当に理由つけて、ちょっとお願いとかやっといてとか言って、で押し付けて僕は逃げてみたいなことを繰り返したんですよ、当時は。でもそれよく考えたら、その高校の時と一緒じゃないと思って、僕高校の時は吹奏楽部だったんですよ。吹奏楽部の副部長で、そういったのもあって、他の高校の吹奏楽部さんの部長さん副部長さんとやっぱ交流とか電話したりとか、そういった機会もあったり、あとは顧問の先生、その相手の高校の顧問の先生ともちょっとお話ししないといけないとか、そういったこともあったんですけど、で俺はね、それもちょっと逃げたんだよ。その部長だったり他の部員たちにちょっとお願いしていいって、ちょっと別のね仕事がいっぱいあるから、ちょっとこれのお電話する仕事ちょっとお任せしていいみたいなことを言って、後輩だったり、ちょっと押し付けて僕逃げたわけですよ、その時も。あれって、その時と同じことを俺また大学でも繰り返すんかって思ったわけです。あの時も逃げたけど、今回もまた逃げて、で多分社会人になったらもっといろんな人と接する機会が増えたら、多分もっと俺逃げる回数とかまた同じような場面が出くわしたら、多分俺また逃げるわって思ったんです。って思ったらさ、もうそれは嫌やと思ったわけよ。もうそんなん自分が情けないわと思って、ね、その今現在で本当にもう限界が来てて、俺これ以上何もできひんわってなったら、その時休め。もう本当にそれ休んだ方がいい。休むしか方法ないから。でもその当時の俺はまだその精神的に余裕があったわけよ。そのしんどいけどまだちょっとまだ頑張れるかなみたいな時の気持ちやったわけ。じゃあね、その今回の大学でのその将来のことを考えたら、今のうちにやっぱやっとこうかなと思ったわけよ、今回は。結果としてやっぱり僕自分の名前もよくともるんですけど、と思ったり、あとは言い換え、要件を言い換えしまくって、もうどんどん遠回りなことをどんどんつなげていって、やっと伝え終わりましたと思って伝えたら、すいません、よく分かんなかったんでもう一回言ってもらっていいですかとか言われて、もうってなった。もう結構だから結果としては結構散々やったけども、でもやっぱりその電話する目的っていうかさ、話をする目的っていうのは別にうまく喋るじゃなくて内容を伝えることやんか。で結果的には俺は多少時間はかかったし、他の人ならもっと短時間でできたかもしれんけど、でも自分の目的は達成できたわけよ、それで。そう思ったら少しちょっと救われるっていうと大げさかもしれんけど、ここがちょっとスッとしたところもありまして、だから俺はね、それまでだから嫌なこととかちょっとこれはダメだと思ったら割れた他の人にちょっとお願いねとか言って手よく押し付けて逃げてたんですけど、やっぱその度にやっぱ嫌なもんから逃げるっていう生活だったわけ。そしたらもうすんごい辛かったり苦しかったり、ちょっとした罪悪感というか、あと無力感みたいなのもあったりで、結構辛かったわけですよ、そんなこんなで。でもこの件があってから、俺でもできるんやっていうような、小さい成功体験だけども、このね小さな成功体験が今のうちにぶつかっておけば、次回例えば同じような状況に来た時に、そういえば俺この前サークルのねお仕事で電話しなあかんことがあったけど、俺でも電話できたわ、内容伝えられたわっていうような、そういった昔の自分がその今の悩んでる自分の背中を押してくれることにつながるんです。そうしたらさ、じゃあ今のうちにどんどんもう嫌なもんとかちょっと苦手やなと思うことを挑戦していこうっていうかさ、ぶつかっていこうって思ったわけ、俺は当時。今もそうやねんけど、言葉で言ったら未来の投資というか、今のうちにちょっと労力とかエネルギーっていうか、自分の時間だったりそういった
精神を釣り切れして減らして、将来的にそういえば俺はそういえば昔はこういうことやってたから、じゃあ今回もできるだろうみたいな、そういった投資を俺もそう始めようと思って、まあそれでね、まあ今もそうやねんけど、まあ当時もね、俺は大学生なわけやんか。だからもう責任なんて、もう大きな責任なんていうことはまあ生じひんわけよ、ぶっちゃけ。もう失敗してなんぼの時期でもあるからさ、もうラッキーと思って、もうあれ嫌やなこれ嫌やなってもうどんどんじゃあ俺やっとくわとか言って、俺じゃあ俺電話しとくわって言って、なんか涼しい顔して俺やっとくわとか言ってもう内心バックバックやけど、うまくできるかなとか、うまく喋れるかなとか、もう名前ね、そう最初の出だしの名前言えるかなとか、あっちの大学の頭文字 T から始まるから、そうってなるやんとか、そういったもうハラハラしたけど、でもそれでも俺やっぱ世の中にいろいろ経験しとこうと思ってしたわけです。でまあ英語っていうのも僕にとってはその中の一つで、まあ英語っていうか外国人やなだってあの人らさ、言語わからんし声もでかいし、何考えんのか分からへんやんか。だからまあ日本によってもさ、たまに道聞かれるやん、どこどこ行きたいんですけど。でも俺昔とかまあ本当にだから3、4年前ぐらいか、もう怖くてそれも逃げてたからな。I don't know, I don't know とか言ってなんかもうピーって逃げて、もうね、そう情けないなと思ったけど、まあそんなことしてたんだよ。だよ。でもまあそれもね、一回案内してしまえばさ、こんなもんかって。まあこういう、だから完璧 100% うまくできたってできたかって言われたら、もちろん全然まだまだ改善点もあるし、もうなんならもう 50% には満たへんかもしれんけど、でも、あっちは素直にやっぱ、ありがとうってお礼を伝えてくれるし、で、あっちもね、行きたい場所をちゃんと分かったわけだから、もうそれで、やん、できたんだよ、多分俺たちはそれで。それでこのできたっていう経験がね、また次回、他の外人さんがね、まあ道聞かれて、どこどこ行きたいんですけどって言った時に、前できたから多分今回も行けるやろみたいなさ、ちょっとハードルが低くなるというか、前ができたから俺も今回できるわっていう気持ちにさせてくれるんです。まあさっき言ったみたいに本当にしんどいなと思った時は本当に休むのが一番です。ただやっぱたまにちょっと今日は精神的に自分の心に余裕があるから、ちょっと今まで逃げてたけど今回ちょっとやってみるかみたいな気持ちが生まれる時は多分出てくると思うんですね。もうそういう時はぜひもうこれはチャンスやと思って挑戦してみてください。もう将来の自分の大きな投資というか、将来の皆さんにとっての大きな一歩になると思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということで、チャオ。チャンネル登録お願いします。